この日は船の上で一日お休みをして、セルビアとルーマニアの間にあるアイアンゲートまたは鉄門と呼ばれる峡谷ダムを通りました。景勝地にふさわしい絶景の景色を楽しむことができましたよ。ぜひ最後までご覧ください。前日の夜にセルビアの首都ベオグラードを離れ、しばらくいくつかの小さな町の横を通り過ぎていくと、目の前にはアイアンゲートが迫っていました。アイアンゲートの峡谷はセルビアとルーマニアの国境に位置し、ドナウ川によって形成される印象的な自然景観です。この峡谷はドナウ川がカルパティア山脈を横断する部分の峡谷で、その美しさと歴史的な重要性から観光名所として知られています。峡谷内にはデケバルスというダキアの王の巨大な彫刻像があります。少し歴史の話をしましょう。かつてルーマニアはダキアとして知られる地域の一部でした。デケバルスは87年から106年にかけてダキアの王として統治し、ローマ帝国との戦争を指導しました。彼はダキアの独立を維持しようとし、ローマ皇帝トライアヌスとのダキア戦争が勃発。しかしローマ軍に敗れ、彼は自決したことで知られています。デケバルスの像は彼の功績とダキアの歴史的な役割を称えるために、ルーマニアのビジネスマンによって提案・資金提供され建設されました。その彫刻は峡谷の断崖に巨大な岩の彫刻として制作され、デケバルスの顔がリアルに表現されています。せっかくの景色なので、おしゃべりは一旦ここまでにして、デケバルスの像までしばらく景色と音楽をお楽しみください。Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much? デケバルスの像が見えてきました。この像は高さ約55メートルで、現在ヨーロッパで最も大きな岩の彫刻です。映像からは伝わりづらいですが、かなり迫力がありました。小さな船であれば間近まで行けると思うんですけどね。残念ながらクルーズ船は像のそばへは寄ってくれませんでした。ドナウ川の反対側、セルビアに属する領土には、ダキアの征服を果たしたローマ軍の戦勝記念のモニュメントがありました。峡谷を通り過ぎ、船は徐々に速度を落とし始めました。そしてこのすぐ近くには巨大な水門とダムがありました。
なぜかクルーズ船はここで待機。どうやら水門を通れるようになるまでここで待機することになったようです。結局30分経っても動きそうになかったので、サロンでのんびりしてからまた外に戻ってきました。夏に乾杯。ようやく船が動き始めました。意外と水門まで距離があったので早送り。今の段階では何が巨大なのって感じですが、すごいのはこの後だったんです。到着。この後水位の調整が始まりました。横にはダム。この後水位の調整により私たちは船ごと20メートル下に移動していきました。船の左側はこんな感じで、右側よりも高い位置に通路がありました。壁が触れられる驚きの近さ。屋上へ上がるともう一隻の船が近くに来ていました。すべての水門で同様のシステムかは分かりませんが、この旅で通る水門は2隻揃ってから水位の調整をしているところがほとんどでした。ゆっくりと船が下へ移動しているのが分かりますか？とうとう左側に見えていた通路は上を見上げても見られなくなってしまいました。しばらくすると右側もこの通り。調整が完了したので出発。水門を離れるとぐんぐんとスピードが上がっていきました。2階の私たちの客室から水面を見ると、とてもスピードが出ているのが分かりました。部屋に戻るとハウスキーパーが象のタオルアートを作ってくれていました。ものすごく可愛いですよね。アイアンゲートにはダムが2つあるのですが、帰りに撮ったものがあるので少しだけお見せしますね。ここでも船は壁すれすれ。何度見
ても面白い光景でした。エレベーターのようにぐんぐんと水位が上がっているのがわかりますよね。こちらはすっかり夜ですが、最初にお見せした大きなダムの水門で帰りに撮影した映像です。お気づきになった方もいるかもしれませんが、帰りは水位の低いところから高いところへ向かうため、水位の調整の工程は行きとは逆で、下から上へと船は移動していきます。すっかり水位が上がって横を見ると通路をワンコが走っていました。さて時を戻すともうすっかり夕方。貴重な体験はもちろん、静かに過ごす大人の夏休み、簡単に東ヨーロッパ旅行ができるドナウ川クルーズ旅、本当におすすめです。費用はまた別の動画で公開予定。まだまだ旅は続きますよ。さて、アイアンゲートの旅はここまで。次回は船旅をお休みしてドイツ・ベルリンの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。